皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は上級者向けに私が日本人と会話するときと同じような速度でお話ししたいと思います。テーマはバンフへの旅行についてです。字幕は最初だけつけてあります。動画の最後に日本語と英訳をまとめて書いておくので、動画を見終えた後にどれくらい理解できたか確認してみてください。また、意味を確認した後にもう一度聞いてみると、初めて聞いた時よりももっと多くの単語が聞き取れると思います。なので、ぜひ2回聞くことをお勧めします。それではお話ししたいと思います。はい。今回バンフへの旅行ですが、カルガリーからバスツアーに参加しました。バスはカルガリーのダウンタウンから出発してバンフへ向かってバンフで観光した後にまたカルガリーまで送り届けてくれます。バスは朝の7時半に出発するものでした。私が泊まっていた場所からその場所までは歩いて27分でした。バスに乗れば20分以内に到着する場所でした。そして私は朝、あまり考えることなく起きてしまったので、家を出たのが7時7分ぐらいでした。なので歩いていくと間に合わないのでバスに乗ろうと思いました。ちょうど4分後にバスが来ることが分かったので、そこのバス停に向かって歩いていて待っていました。で、バスが来たんですが、いざ乗ろうとしたら、クレジットカードでの支払いができないよ、現金しかダメだよ、それともアプリはあると聞かれました。私はアプリを持っていませんでしたし、現金もその時ちょうど持っていなかったので、これはダメだ、バスに乗れないと思って急いで走って待ち合わせ場所まで行きました。もともと26分7分かかる場所を14分間で行きました。本当に死ぬかと思いました。とっても疲れました。その日は朝で気温が10度くらいしかなかったんですが、一人だけ上着を手に持って半袖で走ってバスの中で汗をかきながら、ふーと息をしていました。とても恥ずかしかったです。バスはマイクロバスで多分25人くらいが乗れるバスだったかなと思います。ベンという名前の運転手の人がいて、この山はこういう山でとか、次行く場所はこういう場所でという説明もしてくれました。そしてバスに乗っている私と同じ参加者の人は、やっぱりカナダなので、いろいろな国の方がいるのかなと思いました。でも、欧米の方にルーツがある方だったりとか、あとはアジア圏にルーツがある方の、2曲かなという感じでしたね。はい。それでですね、バンフまでは多分車で2時間くらいかかったかなと思います。私はバスに乗ると少し気持ち悪くなってしまうんですね。バス酔いをしてしまうのでちょっと不安でした。なのでとにかく寝ようと頑張っていたんですが、なんせ走ってとても息が切れている、動悸がしている状態なのでなかなか眠ることができず、しばらく外を眺めていました。そうするとですね、もう1時間もしないくらいからすごく自然がたくさんの場所の中を走っていくんですね。なのですごく大きな山が見えたり、広い草原が見えたりとかして、すごくワクワクをしました。はい。そして、最初に行ったのがレイクルイーズという有名な湖ですね。とても広くて、正面に見える山にはまだ雪がかぶっていたりして、とても綺麗でした。そしてとっても大きかったです。はい。
で、私たちのようにバスツアーで参加している方がたくさんいるんですね。他にもいろんな会社がバスツアーを、開催していて、なので、最初着いた時はあまり人がいなかったんですが、私たちが帰る頃にはものすごく人がたくさんいました。で、すごくラッキーだったなと思うのが、私が今回参加したツアーの運転手のベンさんがですね、とてもすごく敏腕、ツアーガイドさんというか、なので、他のバスツアーよりも5分だけ早く到着するような感じで、いつも到着する頃にはまだ駐車場に空きがあって、帰る時には人がたくさんというような、そのようなツアーの組み方をしてくれていました。とってもありがたかったです。はい。そして、2個目に行ったのが多分、モレンレイクかなと思います。モレンレイクも、とても有名な湖ですね。日光がその湖に対して当たっているととても、緑色、エメラルド色かなでとても綺麗に見えます。とても大きい湖で、そこはモレンレイクですね。レイクルイズとは違って、湖の湖面の近くから見るというよりかは、少し、山ではないんですが、ちょっと登っていって上から眺めるというような場所でした。本当にとっても綺麗でした。でも、ある程度、登らないと見れない場所、行けない場所なので、私はまだ30歳手前なので大丈夫だったんですが、参加されている、私のお父さんお母さんと同じような年代の方は途中で休憩をしながら登っているような感じでした。はい。ちょっと大変でしたね。でもとても綺麗でした。はい。で、その次はですね、確か、お昼ご飯かなを食べました。レイクルイズのビジターセンターがある場所は、小さなカフェだったりとか、ショップがあって、私はラップを食べましたが、おにぎりだったりとか、ラーメンを売っている店もありました。もちろん普通の、スナックとかが買える売店もありました。はい。で、その後は、小さな滝かな滝を見に行きました。なんでしょう。イメージする滝は、高いところから低いところにこう水が流れ落ちていくようなものなんですが、そこまで高低差っていうものはなくって、ちょっとした滝を見たっていう感じですね。はい。で、あとは、エメラルドレイクエメラルドかなにも行きました。そこは、最初に見た2つのレイクルイズとか、モレンレイクとは、違って少し小さめ、といっても大きいですよ。の、湖でした。で、水の感じも最初の2つはとても透明感のある水だったんですが、レイクエメラルドは少しだけ白く濁ったような、でもとても綺麗な緑色、エメラルド色の湖でした。はい。総じてですね、どれもとても綺麗で、日本にはない大きさ、山もとても大きくって、湖もとっても大きくって、すごくスケールの大きい素敵な自然の風景が見れたな、という感じでした。はい。で、全部の場所をバスで移動しながら回っていくという感じですね。長ければ45分1時間くらい時間をとってゆっくり眺めて、で、小さめのところであれば10分15分だけ見てという感じでした。で、最初10分15分って結構短いのかなと思ったんですけど、意外と十分な時間だったかなと思います。そして私が一番ありがたいなと思ったのが、ベンさん、バスツアーガイドのベンさんがですね、毎回、お手洗いの案内をしてくれます。ここにあるお手洗いは、今行った方がいいよ。最後に行くと混んでいる可能性があるようだったりとか、ここのお手洗いは、フラッシュする機能がなくって、本当に基本的な設備しかないようだったりとか、っていうお話をしてくれました。で、私は少し心配性で、トイレに行けないと思うと、ちょっとトイレに行きたくなっちゃうみたいなタイプなので、毎回、今回バスツアー参加する前は、
大丈夫かなと少し心配してたんですけど、ベンさんのおかげで、安心して過ごすことができたので、とってもありがたかったなと思います。はい。ちなみに訪れた場所自体は、もちろん離れてはいるんですけど、車で移動しなければならないので、でも間30分かけて移動するみたいなことが毎回続くわけではなくて、こことここの間はすぐ着くよ、10分で着くよだったりとか、そういったこともあったので、本当に、ずっとバスに乗っていなきゃいけなくてしんどいよ、みたいなことはあまりなかったなと思います。はい。で、最後の最後にバンフのダウンタウンの観光もしました。で、それはオプションがあって、ダウンタウンを観光するのか、もしくは、もう一つ滝を見に行くかだったんですね。で、私はもう、それまでとても綺麗な自然な風景を見れたかなと思ったので、ダウンタウンの観光をしに行きました。で、観光自体は確か45分くらい、自由に散策してていいよっていう感じだったんですけど、思った以上にですね、ダウンタウンがとても広くって45分でとても回りきれないような感じでした。で、お土産屋さんもとても可愛いものがありましたし、あとはカナダ発祥のブランドショップだったりとか、あとは登山に使うような、登山用品っていうんですかね、トレッキング用品が売っているようなお店もたくさんありましたし、レストランもありましたし、とても、いい場所だったなと思います。バンフのホテルはとても高いので私は泊まらなかったんですが、もし、自分たちの車でバンフに行くよっていうことがあれば、バンフのダウンタウンでもっとしっかり観光をする、街歩き、散策をするっていうのもいいのかなというふうに思いました。はい。で、そうですね。それが最後で、そこからまたカルガリーにバスで戻っていきました。で、確かですね、5時くらいに、バンフを出発しましたが、カルガリーに着いたのは6時45分くらいだったかなと思います。なので、カルガリーからバンフからカルガリーは結構しっかり移動ではなるんですが、帰り道はすごく疲れていたので、比較的寝て、過ごすことができました。はい。装置でですね、バスツアー自体はカナダドルで100ドルくらいの比較的お手頃なツアーを選んでいたので、結構お値打ちだったかなと思うんですけど、その価値は十分あるなというような感覚でした。とても綺麗な自然を見ることができて、良かったかなと思います。あとは本当に運ですけど、その日はとても天気が良くて晴れていたので、とても綺麗な景色を見ることができました。例えば曇っていたりとか雨が降っていたりするとちょっと残念かなという感じもするので、運試しだなということはあると思うんですが、もし、カルガリーだったりとかに行く機会があれば、バンフぜひ訪れてみるのもいいかなと思いました。はい。以上で、バンフへの旅行についてのお話を終わろうかなと思います。本当に何も考えずにただ、当日会ったことをだらだら話していただけなので、分かりにくいところ結構あったかなと思うんですけど、私がお友達と話すときはこんな感じで、順番とか何話そうかなとか、あまり考えなくで喋っていくので、はい、とてもリアルな日本語に近いものだったかなと思います。はい。それでは今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあればコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。